彼女はパワーもない、フットワークが優れているわけでもない。それなのになぜか強い。線が異常に細く、握力は小学3年生女子の平均である12キロしかない彼女は、独自のスタイルである脱力プレーで日本ランキング5位に位置をしている異例の選手です。彼女の名は伊藤葵、20歳の若きプロテニスプレイヤーです。そんな彼女が世界に打って出た大会がジャパンオープン。本日解説する試合は2020年の全豪オープン優勝者であるソフィア・ケニンとの1回戦。 WTA ツアー初の試合となった葵選手は全豪優勝者に対してどのようなプレーを見せたのか、世界中から注目されることとなったこちらの一戦を共に見ていきましょう。試合がスタートすると、葵選手の独特のプレースタイルが見られるも、どうしても外国人選手のパワーに押されます。フットワークが優れているわけではないため、いい球を打たれたら見送ります。全豪オープンを優勝しているケニンのパワーに対抗することはできない。パワーもなく、フットワークが優れているわけでもない。それでは葵選手はどのように対抗をするのか、葵選手の独特なプレースタイルを見ていきます。一つ目の武器がフォアのスライス。パワーがない葵選手はフォアの強度ができない。フォアハンドは8割方、スライスを使い、このことから葵選手はスライスの魔術師と呼ばれています。それではこちらのプレーを詳しく見ていきます。まず注目すべきは球の深さ。葵選手のスライスはとにかく深く、そして狙っているのはバック側のセンター。この展開をなんとか変えたいと思ったケニンはドロップで流れを変えてくる。アプローチを深くに返し、葵選手はボレーもうまい。こちらもスライスをうまく利用して獲得したポイントです。スライスを深くに入れて、8割方スライスを使う葵選手のフォア側に返す。しかし突然の打ち込み、ケニンは意表をつかれる。そしてスライスだけではなく、もう一つの武器も飛び出します。スライスの次はループボールです。こちらは葵選手のループボールがうまくはまったポイントでしたので、詳しく見ていきます。1本目のループボールをケニンは後ろに下がらずライジングで捉える。しかし2発目でケニンは後ろに下がってボールを捉える。葵選手はこの瞬間を狙っていた。一気にネットプレーにつなげていく。この技はスニークインといい、葵選手はループボールを戦略的に使っていきます。このようにフォアハンドはほぼほぼスライスとループボールしか打てない。この点が葵選手の独特のプレースタイルで注目されがちなポイントですが、プレーの根幹となっているのはバックハンドです。珍しいことに葵選手はバックハンドで決めていく選手。さらにこのライジングも外すことのできない武器です。葵選手とライジングは切っても切り離せません。なぜならライジングは葵選手に足りないパワーとフットワークの両方を補填しているからです。相手の打ったボールのパワーを利用し、後ろに下がらないことで長い距離を走らなくていい。これは極論とも言えますが、葵選手は恐ろしいほどのテクニックでこれを可能にし、ほぼ全てをライジングで捉えていきます。この葵選手のライジングとバックが掛け合わされるとこのように展開されます。サーブをワイドに放ち、相手がコート左側に寄っているところを早いタイミングでボールを捉え、ストレートへ持っていく。決して
パワーはなくともテクニックでポイントを獲得します。続いてこちらはフォアハンドのスライスとバックハンドでラリーを支配したポイントでした。こちらのプレー、詳しく見ていきます。ここでスライスを仕掛ける。青井選手はこの瞬間を見逃せない。ライジングストレートでフィニッシュ。このようにフォアハンドでゆっくりしたスライスを仕掛け、バックハンドは早いタイミングのライジングで仕掛ける。このバックとフォアの両極端な緩急で相手を翻弄していくのです。さらに青井選手はフットワークが優れていない分、予測で動いていきます。相手が打ち込んでくる体勢に入ったら必ず山を張る。今回はクロスに山を張りましたが、反対側を打たれた。予測が外れた瞬間の方が分かりやすいため、この映像を用いましたが、今後もこの予測力に注目をしてください。例えばこちらは優れた予測力により獲得をしたポイントでした。こちらの素晴らしいプレーをもう一度見ていきます。ここでケニンがストレートで打ってきて予測が外れる。深く返すことは困難な状況。ここで前にドロップ気味に落とす。次の予測は見事に当たり、前に出してロブで抜いていく。予測力、テクニック、頭脳、すべてが掛け合わされた素晴らしい組み立て方です。さらにこの日の青井選手はサーブも好調でした。この試合のサーブスタッツを見てみると、ケニンが2本のサービスエースに対して青井選手は7本のサービスエースを獲得。パワーではなくコースをついてエースを取る。さらにファーストサーブの成功率が 78% を記録し、ここからも素晴らしいサービスゲームを展開したと言えます。こうして第1セットは独特のプレースタイルで様々なテクニックを駆使した青井選手が取ります。しかし第2セット、徐々に青井選手のテニスにケニンが慣れていきます。パワーショットが決まり始める。これが決まり始めると青井選手はどうしようもありません。一方的に押される展開が続く。一方で第2セットから青井選手のバックハンドのレベルも上がる。やはり青井選手の根幹はバックハンドです。このように青井選手もいいプレーを見せるも、それ以上にケニンのレベルが上がり、パワーショットに対抗することができない。流れを変えたい青井選手はループボールを使いケニンのミスを誘っていく。それでもケニンの勢いは止まらず、第2セットは 6-3 でケニンが奪い返します。続く第3セット、ケニンの勢いは止まらないが、それでも青井選手が自分のテニスを見せます。このプレーは青井選手のテニスの必勝パターンでもあります。フォアハンドのスライスをバックハンド側に入れて、ケニンが定位置に戻っていない状態でライジングでバックハンドストレートを放つ。
葵選手のテニスにおける理想的な形。それでもケニンの第2セットからの勢いは止まらず、葵選手が取れないボールを次々と打ってくる。その中でもこちら、台湾のシェイ・スーウェイ選手のようなトリックテニスを見せる。フォアハンドのスライスを深くに入れてからのドロップ。のらりくらりと前に行き、ボレーでロブ。これぞテニスの魔術師にふさわしいプレーです。さらにこちらでも、まずはフォアハンドのスライスを深くに入れて、気づいたら前にいる。これぞ変幻自在のテニス。ゲームカウント 4-1 とケニン、圧倒的優勢な状況にもかかわらず、ラケットを投げてイライラを表す。この崖っぷちに立たされた状況の中で、葵が領域を展開する。ライジング、ループボール、スライスを散りばめて沼に引きずり込んでいきます。ゲームカウント 0-4 の状況から連続でゲームを取っていく。ケニンはイライラが募り、ミスを連発し始める。全豪オープン優勝経験者が葵沼にはまっている。葵の変幻自在のテニスに沼った。スライス、ループボール、ライジング、バックハンドで相手の歯車を狂わせていく。これこそ伊藤葵のテニスです。彼女のプレースタイルが世界に通用すると見せつけた一戦。ジャパンオープンで大躍進した彼女は世界をかき回すことになるのか。伊藤葵選手、今大注目のテニスプレイヤーです。本日は以上になります。ありがとうございました。プティカイナメンバーシップウィンブルドン史上最高傑作の試合解説動画や、錦織の2014年マドリードの試合解説動画などメンバー限定動画を公開中。さらに一般公開前に先行配信も行っていますので、概要欄からメンバーシップよろしくお願いします。